不況から日本を救った高橋是清の経済改革。イントロダクション。1930年代、世界恐慌の影響で日本経済は、深刻な不況に陥っていました。この危機的状況から日本を救い出したのが、大蔵大臣を務めた高橋是清でした。幕末に生まれ、下級武士の家庭で育った彼は、幼くして父を亡くし、極貧生活を経験。その後、努力と実力で這い上がり、日本の財政を支えた稀有な人物です。彼の革新的な経済政策は、高橋財政、として、今日でも高く評価されています。昭和恐慌と日本経済の危機。昭和恐慌ってどれくらいひどかったのだ。当時の日本経済は本当に深刻な状況だったの。第一次世界大戦後の金融恐慌や昭和恐慌によって多くの企業が倒産して失業者が急増したわ。農村部では農産物価格の暴落により農家の生活が困窮を極めたの。高橋是清自身も若い頃にホームレス生活を経験して、さらにペルーでの銀行事業の失敗で全財産を失った経験もあったから、経済的困難がもたらす社会への影響を深く理解していたわ。この実体験が後の経済政策に大きく影響することになったのよ。そんな時に高橋是清さんは何をしたのだ。彼は大胆な積極財政政策を実施したの。これが後に高橋財政として知られることになるわ。具体的には公共事業の拡大による雇用創出、金本位制からの離脱による円安誘導、そして日本銀行引き受けによる国債発行などを実施したの。これらの政策は当時としては革新的で世界的にも注目されたの。特にその政策は単なる理論だけでなく、実際の人々の生活改善を重視した実践的なものなのよ。積極財政による経済再生。積極財政って難しそうなのだ。どういうことなのだ。簡単に言えば、政府が積極的にお金を使って経済を活性化させる政策よ。例えば公共事業を増やして雇用を生み出したり、減税で消費を促進したりするわね。当時としては革新的な考え方だったの。特に庶民の目線に立った政策を重視したことが特徴よ。彼の経験から来る深い洞察力と実務能力は周囲からも高く評価されて、政策の成功につながったわ。お金を使うだけで経済は良くなるのだ。そうではないわ。高橋是清は経済を立て直すためのさまざまな政策を組み合わせて実施したの。財政支出の拡大だけでなく、為替政策や金融政策も効果的に活用したのよ。その結果、多くの人々の生活が改善され、日本経済は回復への道を歩み始めたわ。彼の持っていた能力と経験は本物だったからこそ、着実に成果を上げていくことができたのよ。軍部との対立と改革の終焉。でも最後はうまくいかなかったと聞いたのだ。そうね。高橋是清は軍部の暴走を抑えようとしたのよ。特に軍事予算の抑制を試みましたが、それが軍部の反感を買ってしまったの。それでに26事件で。1936年のに26事件で軍部の青年将校たちに暗殺されてしまったの。最後まで日本の財政の健全性を守ろうとした彼の信念は過激派の怒りを買ってしまったのよ。まとめ。高橋是清の経済改革は、日本を深刻な不況から救い出した画期的な政策でした。彼の積極財政の考え方は、現代の経済政策にも大きな影響を与えています。不況対策における政府の役割について、彼が示した先見性は今日でも高く評価され、多くの経済学者や政策立案者に参考にされています。そして何より、国家の財政健全性を守るために、最後まで尽力した彼の信念は、現代の私たちにも重要な示唆を与え続けているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。